どうも、最強無敵の復讐者ちゃんよ。おとといも出撃、昨日も出撃、今日も出撃。その前にちょっとコメントに関して言っておきたいことがあるんだった。YouTube のコメントは基本的に1動画1人1回がマナーとされるらしいけど、うちでは別に複数回コメントしてもらって構わないわ。動画見ててその時思ったことを気軽に書き込んでね。そうじゃないと動画長いから忘れちゃうだろうしね。面倒でないならタイムスタンプつけてくれるとより嬉しいわね。あんまり短時間に連投するとスパム扱いされて見えなくなったりする説もあるからそこら辺は自己責任で。標的不明。今回からメインの異物セットをまた更新したわ。新入りはこいつ。気筒強化プラス1最大 HP 上昇物理カットプラス1となんと3つとも強力なメリット効果。ただしその代償としてデメリットも3つともちょい厄介だけどね。回復気筒あるから HP 最大未満毒蓄積はさほど脅威でないし、瀕死時 HP 低下も死ななければ問題ない。進行低下もちょっとレベル上げればほぼ誤差みたいな影響しか出ないからまだマシな方かな。下のと合わせて瀕死 HP 低下が2つになってしまったんだけど、これを見た時私は喜んだわ。なぜ喜んだかというと、瀕死から回復すると体力は低下前の元の最大 HP の半分で復活する。瀕死時 HP 低下のマイナス 25% が2つ重なれば、復活時には最大 HP も残り HP も元の 50%。つまり最大 HP は半分になるけど、体力自体は満タンの状態で復活できるんじゃ？復活後聖杯1本飲まなくても HP 最大時の付帯を維持できる？ならむしろ瀕死時 HP 低下1つより2つの方がいいじゃない。どうせマイナス 25% でもマイナス 50% でも次くらえば死ぬし。私ってば天才か？この考えが合ってるのかどうかは今出撃で瀕死になった時に明かされることでしょう。私が一回も瀕死にならない可能性の方が高いけどね。さて話してたらもう出撃していたわ。標的不明時、出撃直後に真っ先に確認することは DLC 拠点の有無。DLC 拠点がない場合は標的はハルモニアでもストラゲスでもないことが確定するわ。今回は故障もカジムラもあるから言う DLC。DLC ありの場合は標的が絞られることはないのだけど、ハルモニアとストラゲスが標的である確率が跳ね上がる。ってことでいいのかな？ウィキ見る限り多分そう。その2体の強さと故障の美味しくなさも考えると外れと言わざるを得ないわね。前回話した、ハルモニアとストラゲスはそもそも標的になる確率が高いってのも、この DLC 拠点の有無で標的が絞られることが関係してるのかな。考えても仕方ないか。とりあえず初期拠点の後は最速行動。かぼちゃ行動は短いしボスも比較的倒しやすいから3つの中では一番の当たりね。どっちから出てもすぐ近くに霊脈があって移動に困らないのも嬉しい。粛々も近いし、遺体も当たりやすい位置だしね。探石位置出ろ。出なかった。でも当たりじゃない。最序盤で狙われにくいゲット。やっぱりこういうしょぼいところもおろそかにしてはいけないということね。顧問だからどうせ後で出たいやつと交換することになるんだろうけどね。まさかこれを最後まで持ち込むなんてことはそうそうないでしょ。経験がそう教えてくれるわ。また武器見ちゃった。ユニーク狂い火があればとこよカリゴはそれだけで安心。だけどやっぱり重装強化が優先ね。汎用性と序盤のファーム速度考えると、霧の裂け目で標的確定してるなら上選んでたわ。今回はレベル2で行動来たから次は中央砦でいいわね。すぐ南のフィールドボスが誰であっても無視よ。いつも誘惑に負けて戦い出しちゃうけど今回はダメ。変異体じゃないかば。美味しそう。でもここはぐっと我慢よ。レベルも上げれるし FP も回復できる、武器強化もできる中央砦。この辺りはボス固まってるから、危険なしならほぼ確実にまた来ることになる。弱いボスでも別に序盤に倒すことにこだわる必要は薄いと思うわ。あとは暗霊者たちの襲撃イベントで飛ばされる可能性があるからなるべく早く武器を強化しておきたいのもある。宝刀の盾。神？そういや味方の異物紹介を忘れていたわ。二人ともハルハル戦技強化型ね。特に何か武器で安いとかはなし、標的不明だしね。全員侵入者バフつけてるのは良きかな。レベル上げた後探石位置変えるかどうか不安だったために少し逡巡。でも足りたみたいでよかった。レベル3への必要ルーンは約8000ね。覚えておかないと。ポーチは買えないからまた後でね。いいのが売ってるわ。獣門の黄金盾は HP 最大時カットアップ確定。宝刀盾もあるし防御面はもう安心ね。ショップにあるだけで味方全員買えるから HP 最大時カットアップ3つ分が確定。美味しすぎる。遅れてごめん。さ
てしばらくトロルと戦闘だからちょっと余談でもしましょうか。まず1つ目。前々回の動画でのクラテを攻略してた時、霊脈使うと早いかどうか検証したけど動画が見つからないって言ってたけど、普通に見つかったからそれを共有しておくわ。上が霊脈ルート、下が失踪作越えルートね。検証したのは去年の11月。ショートで出そうと思ったけど面倒くさくなってやめちゃった。ゴールはここの地面。結果は 0.3 秒差で霊脈ルートの勝利。やっぱりほぼ誤差ね。一応ちょっと早いっぽいし操作も楽だから今後も霊脈ルート使うことにするわ。もう一つはこれも同じ動画、同じ出撃の話ね。デーモンの王子相手にアリトゲ二刀流で挑んだ伝説は記憶に新しいと思うけど、復讐者ちゃんがなぜそのような行動に出たかの根拠が見つかったからそれもお話しましょう。ここからしばらく身がない上に長い話です。まずコメントでの指摘も多かったけど、デーモンの王子はかなり状態異常耐性が高いみたいね。ウィキによると出血が丸で腐敗が三角、他すべて×ね。詳しい数値はまだ載ってなかった。一応腐敗がつくことは知ってた。各状態異常が完全耐性か否かについては頑張って覚えたつもり。でも私にとって状態異常といえば凍傷、つまり呪詛の霜踏みだったのね。初期武器に重装付与がアップデで追加される前は常に霜踏んでたからね。だから霊気耐性に関しては特に念入りに情報を集めてたし検証もしてた。一応知らない人のために状態異常の仕様について解説しておきましょうか。敵の状態異常の耐性値は63、84、112、154、252、542、999のいずれか。発症するごとに1段階上昇するわ。完全無効でない場合、初期耐性としては一番高いのは542だと思う。初めから999のやつっているっけ？少なくとも凍傷はいなかったような。ちょっと不安だから有識者求む。でその542っていう実質一番高い初期耐性なんだけど、霜踏み3回だけで凍傷発症するのよね。だから霜踏みストにとって542って別に耐性高くもなんともないわけよ。昔検証した結果、復讐者の霜踏みによる霊気の蓄積はだいたい180から200あたりだとメモしてあったわ。これって実はとんでもなく高い数値なのよね。つまり、アリトゲでデーモンの王子に挑んだ愚行は私のせいではなく霜踏みのせい。あいつの霊気蓄積が強すぎるがゆえに、私の状態異常感覚を狂わせてたことが原因だったのよ。私は悪くない。耐性が高い敵を普通の武器攻撃で状態異常発生させようとするのはかなり厳しいってことね。勉強になったわ。まあデーモンの王子の腐敗耐性値が実際どれくらいなのかは分かってないけどね。以上味のない長い話でした。画面の方に戻ると収縮範囲外になった中央砦攻略を中断してこっちのフィールドボスに来たわ。1体目のトロルから雷の槍、2体目のトロルからユニークの降臨を拾えたのが大きな収穫。重装降臨雷の槍でほとんどの夜の王に対応できるわ。あと欲しい武器は常世カリゴ用の炎祈祷ぐらい。ルノスターは別に炎属性なくてもなんとかなる。老獅子討伐を行き先に迷い中。近くにいい拠点がないわね。これだったら中央砦のトロルを攻略しきってからこっちに来るべきだったわ。仕方ない。霊陽で南東に飛びましょう。教会巡りと聖域梶村の攻略。この時間ならぐだらなければ十分間に合うでしょう。あれは村タイプの梶村ね。外れだけど今回は位置がいいわ。真裏から入れるからおそらくはすぐ近くにはいてくれるはず。今更だけど梶村なのに村タイプと砦タイプって言ってるのはちょっと変だなって自覚はある。でも神攻略ウィキにそう書いてるから。また余談だけど、それぞれの拠点の向きを覚えておくのは結構重要ね。場所によってどこが正面かはそれぞれ決まってるから。大体は中心向き、そして道に繋がる方へ向いてるから考えなくてもわかるところも多いけどね。昔自分用に作った画像が残ってたから共有しておくわ。多分初出しだと思うけどもしかしたら以前どっかの動画で出したかも。記憶があやふや。向きをしっかり覚えておくとマップだけでほとんどのボスの詳しい位置までわかるわ。特に遺跡とか梶村砦タイプとかはボスが拠点の隅っこにいがちだから、ロスなくボス直行しやすいわね。さて聖域梶村到着。村タイプだと裏から入る場合、ボス一体との戦闘は基本的に避けられない。まあ圧あるからゴリ押しで大丈夫でしょ。それに、ほら来た。さすがレディさん。欲しい時に使ってくれるわフィナーレ。私のアーツはずらしましょう。フィナーレの効果切れた後に使うことで安全戦闘時間倍増だわ。戦
現在はどっちもいまいちでしたとさ。複数ボスの一体を倒さざるを得ない、かといって全部倒すのも手間。ちょっともったいないのは我慢するしかないか。さて西域梶村で罪人倒した後は北東の西域ダイヤ H へ。どうせ収縮は北東でしょ？そうなんでしょ？あまたの出撃の経験から私の勘がそう告げてるわ。最初の収縮で中央砦が円外になったことからも間違いないわ。やっぱり、収縮は東の森ね。そうだと思ってたわ。西域は諦めてそこの毒湖礁行きましょう。そういえば標的不明での出撃は動画では久しぶりね。ウィキには載ってない私が気づいたことを共有しておきましょうか。標的不明時は潜在する力が宝箱や遺体から出るのは知ってるわよね。でもどの宝箱から出るかってのはどうも大体決まってるように感じる。まず中央砦の宝箱からは一切出ない。これだけやって一回も出たの見たことないから多分そうなんだと思う。そして大教会や小砦にある石剣の鍵が非常に出やすい鉄宝箱。これも潜在出ない気がする。あとは梶村の探石2が出る鉄宝箱も潜在出たことないかも。でもちょっとサンプル少なくて確信はない。あ、行動や小さい IH の木箱からも出た記憶がないわね。宝箱が2、3個密集してる時はその中の1つからしか出ない。と以前は思ってたんだけど、最近の出撃ですぐ近くの木箱から2つ出たから、必ずしもそうではないみたい。一番漁ることが多い遺跡では1回も近距離2つは出なかったから、そういうもんだと思ってたんだけど。さて、ここまでの話が全部正しいとするならば各拠点の優先度が少し変化するわね。最も変化が大きいのは遺跡。ここは標的不明時と地図情報欠落時は非常に美味しい拠点になるわ。ボスがどのパターンでも宝箱部屋3つが確定。木箱が計6つ、鉄宝箱が2つ。体感ほぼ毎回追加で2つ潜在が出るわ。木箱6つから1つ、鉄宝箱2つから1つ。もしかして確定で2つとすら思ってたり。一応私の宝箱部屋の巡り方を載せておきましょうか。スタート地点は祝福のところから。まず毒遺跡タイプの形状の方ね。ボスを倒したら拠点中心へ。段差飛び越えて下に降りたらすぐ手前側へ。先に進んでここが1箇所目。アサリを得たらすぐ右の出口。少し左に行けばすぐ2個目の宝箱部屋。最後は屋外に出てすぐに右へジャンプ。そのまま登ってまっすぐ行けば3つ目の宝箱部屋よ。ここは隠しで鉄宝箱のところね。もう一つの遺跡パターンはザメルとかミミズガオとかの、正面から2方向に階段があるやつ。今回は第2世代白金人だけど、まず祝福すぐ横の段差を飛び越えて隠し部屋。アサリを得て屋外に出てきたら右へ。そのまま進んで一段下の階層へ降りればすぐ次の階段が見えるわ。出てきたらまたしても右。正面の壁の奥に最後の階段が隠れてるわ。こっちのタイプはとにかく出てから右と覚えておけばスムーズに回れるわね。あと遺跡にはもう一つ、どのパターンでも高い位置に遺体が一つあったわね。あそこは、どうなんだろ。漁ることがなさすぎて潜在出るかどうかもわからない。漁るのは相当他に行くところがない時ぐらいだからあんま気にしなくていいか。謎に登る難易度も高いし。まあ覚えてたら今度試してみるわ。あと美味しさが上昇するのはダイヤ H ね。こっちも全部漁れば大抵は2つ潜在が出る印象。ただ構造によっては数が少なかったり位置がばらけてたりもするから、毎度全部漁るのは微妙かも。構造はいわゆる天幕、光背、櫓の3パターン。一番わかりやすく美味しいのはボスが湿地騎士、もしくは老獅子の天幕ダイヤ H ね。入って正面の湿地騎士が1体いるところに3つ、奥のボスいるところの近くに2つ、商人近くに2つ。行きやすいしわかりやすいし固まってる、からそこまで意識しないでも漁ることが多いわね。あ、ダイヤ H の宝箱と遺体の位置は神攻略ウィキが全パターンマップ化してくれてるから詳細はそっち見てね。次に美味しいのは八狂トロルや火の戦車の後輩ダイヤ H。天幕型よりは位置がばらけ気味だけどドロップポイントの数が多い。木箱だけじゃなく遺体もあるからそっちから漁るのも忘れずに。最後は櫓ありダイヤ H だけど、こいつはちょっと面倒、属性によって配置が異なるからね。共通してるのは最深部の祝福出るところに最低2つ、と櫓上に最低2つ、だけね。他はなんとなく目についたものを漁るぐらいにしてる。時間があればそのうち配置覚えたい。櫓登るの時間かかるし、毎回上まで開けに行くのはどうなのか議論が必要ね。アロレアカシ式倒すならついでで漁るけどね。今週の拠点は木箱だけじゃなくて遺体もあるから見逃し注意。数はそこそこあるからしっかり漁ればやはり潜在2つぐらいは出るんじゃないかな。あと美味しいのは小鳥でね。
どのパターンでもある程度宝箱配置されてるし割と当てやすい位置にあるわ。大体洗剤1個は出てくれる印象。忘れがちなところとしてはでかい方の小取りでの最初の部屋、地下1階の遺体ね。ここからも洗剤出ることあるからしっかり漁っていきたい。大教会は宝箱や遺体が少なめ。時間のかかる2階部分に散在してるからわざわざ漁りに行くことは少ないかな。私が漁るのは地下墓地タイプの時。地下入って突き当たりの遺体、それと横の部屋の木箱もしくは遺体。基本はそれだけね。梶村と故障については、長くなるからまた後で話すわ。さてそろそろ画面の方に戻りましょう。夜ボス王族の勇気を討伐完了。1日目がこいつなら標的はリブラフルゴールナメレスね。フルゴールは重装でも何でもいいし、リブラナメレス用の後輪は入手済み。顧問だけど狙われにくいも拾ってるから1日目としてはかなりいい仕上がりだわ。あとは味方用の狙われにくいが拾えれば完璧ね。さて2日目は、祭域巡りは終わったし生誕の村かな？道中教会巡りながら。1日目に祭域終わらせちゃうと2日目の指針決めるのにちょっと困るのよね。とりあえず近くのダイヤ H も覗いていきましょう。さてじゃあ潜在宝箱の話の続き。残りは梶村と故障なんだけど、正直あんま情報がない。故障と村タイプ梶村はそもそも攻略することが少ないし、砦タイプ梶村もほぼボス直行するからね。ウィキにも鉄宝箱以外は特に書いてないし、仕方ないからソロで軽く調査してきたのだけど、梶村は属性ごとに宝箱や遺体の位置が違いすぎる。これほんと困るんだけど、ただでさえ端的にが出る鉄宝箱の位置を覚えるので精一杯なのよこっちは。一応調べてきた結果を発表するわ。まず砦タイプの基本的な構造。下側が正面、すぐ横に証人がいるところね。梶村砦タイプは全部で4つのパターンで属性は無、雷、聖、地。それぞれの潜在出るであろう木箱と遺体の配置はこう。木箱は3個、聖梶村のみ0個、遺体の数はまちまちね。一つずつ見ていきましょうか。まず無属性梶村砦タイプ、これは悪名高きバリスタ拠点ね。ちょうど中央あたりの下層部に木箱2つと遺体2つ。バリスタのせいで危険と思いきや、木箱の位置はちょうど四角になっててどこからも当たらなかったりする。ただし敵はワンサかいるしちょっと横の遺体の位置は普通に食らうわ。次に聖属性の砦タイプ。このパターンだけ木箱なし。遺体も多くないし密集してないから外れ気味。次に雷属性の砦タイプ。正面やや左に木箱2つと遺体1つのあさりポイントあり。最後に地属性の砦タイプ。他より遺体が多い。けどそこまで密集してくれてはないわね。左下の木箱2つのポイントはすぐ下の柱に鉄宝箱もあるので結構美味しいかも。砦タイプは以上。固まってくれてるポイントが少なめで、しかもそういうところは大体雑魚が大量にいる。どれもあまり美味しいとは言えないかも。あ、弓棚は載せてないわ。あれって多分洗剤ドロップしないよね？出た記憶がない。けど実際のところどうなのかは不明。次は村タイプの梶村。左下が正面で上が奥の祝福出るところ。こっちも4パターンで無、毒、炎、雷ね。同じように木箱と遺体を調べた結果がこう。これも属性によって全然違う。まず無属性。右上の交差点、と正面入ってすぐの屋根の上あたりに固まってるわ。数も多いしなかなか美味しいかも。あと敵が近接のみで屋根上は漁りやすい。でも右上のポイントは大壺がたくさんいるからちょっと面倒。次は毒拠点。固まってるのは奥の手前側の家の前のみね。わかりやすくて助かる。炎拠点、これは結構散在してるけど、無属性の時と同じように右上の交差点に木箱が固まってる。それと右下の区画に3つの遺体が密集してるポイントがあるのが特徴ね。最後に雷拠点。木箱が多くて割と固まってるから美味しそうだけど、雷の村タイプはエレメントがいて非常に危険なのよね。わざわざここを攻略することは少なそう。だから覚える必要も薄いかも。アサルトすれば正面すぐの遺体3つ。祭域で正面側に罪人釣り出した時とかならついでに漁るのはありかも。洗剤出ないにしてもレア物とかも結構出るしね。村タイプの梶村は全体的にポイント多めで固まってるから、標的不明時地図情報欠落時はもしかしたらありなのかも。実証できてないからちょっと断言はできないけど、他の洗剤出る法則から行くと多分これらのスポットからもドロップすると思う。ソロ出撃して検証したいんだけど、今ちょっと連勝がある程度続いちゃってるからもったいなくて。次負けたら検証しに行きたい。それか誰か代わりに行ってくれるか検証済みの人いないかな？
最初からこんなにしっかりマップ作るつもりはなかったから属性によっては結構ガバガバかも。孤立した遺体とかは見逃してる可能性大だけど許してね。あと話してないのは故障だけど。故障はいいよね。属性によってそんなに変わんないし寄り道も少ないし。行くこと少ないからあれだけどあんまり潜在出る印象はないかな。普段遺体まで全部漁ってるわけじゃないから一概には言えないけど。でも疲れたから今回は検証はここで終了。とにかく標的不明か地図情報欠落時は遺跡全部巡るぐらいでも損しないと思う。こんなに長くなるなら一本の動画にすべきだったわ。上空からアロレやグラに直接インに失敗しました。でも味方が成功したみたいだから問題なし。でも一応上登る。無駄足でしたとさ。あ、矢倉上の木箱漁ればよかった。梶村の話してる間の動向をプレイバックしておきましょう。湿地騎士を倒した後。戦術の通り天幕拠点は木箱の宝庫。まず一つ目の洗剤をドロップ。奥野に対湿地騎士いたところの近くも忘れずに。はい、二つ目。これだから天幕拠点は神。理解が進めば標的不明や地図情報欠落は決して悪いことばかりではないわね。その後は災難の境界巡礼。未だに北東の海域のことは忘れてる模様。早く思い出さないと雨に飲まれちゃうよ。炎の獣が出たけど当然スルーね。聖杯回収後に霊陽に乗って中央西の炎ダイヤ H で降下。して今に至るって感じ。ここの木箱からは洗剤です。やっぱ矢倉の木箱漁ればよかった今更登るのはあれだよね。はい第一収縮スタート。北東海域はいけませんでした。戦犯はこの女です。でここで洗剤ドロップしてるじゃない。開けたの私なのに気づかなかったわ。でも雑魚が多いとそれだけ処理する時間がかかるからね。それこそ遺跡が神である理由よ。あれ矢倉の上洗剤出てるじゃない。さすがにもう出てるなら今からでも登るわ。体感だけど一箇所で出なかったら残りのポイントから出る確率上がる気がする。遺跡でも最初の木箱3つから出たら残りの木箱からは出ないし、最初でなかったら絶対残りの木箱で出るような。だから最初の3つで出たら次の木箱3つの部屋はスルーしてもいいのかも。知らんけど。それにしても全然狙われにくくなるが出ない。いつもより洗剤選択の機会は多いのに。やることやり終わったし次は村に向かいましょう。今回は単石に買う必要ないから適当にポーチと成功と、音調でいいかな。あ、アンコモンの狙われにくくなる月手持ちバリスタ売ってるのにルーン足りなくて買えない。だから買う前にラインナップを見ろとあれほど。まあ私はコモンの狙われにくくなる持ってるし。味方が買ってくれるなら問題なしね。一応意思券も買っておこう。降臨あるから成功そんなにはいらないし。話またちょっと戻るけどさっき出した梶村のマップ。単石2が出る鉄宝箱の位置は載せてなかったわ。鉄宝箱も属性によってそれぞれ位置が違うんだけど、私はもう覚えてるから載せるの忘れちゃった。大昔からウィキに載ってたしね。もし欲しいという声があれば鉄宝箱の位置まで記したマップも作るわ。お次は魔術師島によりつつ北のフィールドボスへ。給料の飛竜の給料ってどこのことなの？適当に洗剤取って次は、ちょい遠いけど砦地下かな。ここの崖下霊脈から中央砦に向かうこと、割とあると思うんだけど、何も考えずまっすぐ飛ぶとトロル砦の時北西トロルに気づかれちゃうのよね。そのまま階段上がって北東トロル向かうと大惨事だからちょっと注意が必要。屋上ボスを楽に判別できるから美味しいルートではあるけどね。ボスはザメル、収縮も始まってないし大丈夫そうね。今また悪いムーブがあったけどみんなわかった？ゴキ？そう、なぜ今私が狙われたのかということ。フレデリック召喚時に前に出すぎね。タグ取ってもらうつもりだったのに先に私がロックオンされてしまったわ。砦地下ボスはだいたい階段下部ぐらいまで行くと捕捉される。召喚するならもっと早く階段上部あたりから出すべきだったというわけ。フレデリックはかなり前方に出てくれるんだからギリギリを攻める必要は全くないというのに。これがセバスチャンに最初のタグ取らせたいとかだとちょっとシビアだからしょうがないけどね。外れー。音響と砲塔立てあるからタリスマンももういらないでしょうね。やはり。タリスマンいらないのにスカラベを見ると手が勝手に動いちゃう。はにゃ？出ないんだけど？味方が即拾いしたのかな？さて2日目夜。骸骨だからボスは死儀霊の鳥ね。
とりあえず敵倒しアーツ増加特権の雑アーツ。市議令ということは、エデレリブラナメレスね。1日目と合わせるとリブラかナメレスのどちらか。この場合って、50-50じゃなくてリブラの方がかなり確率高くなるわよね。そうじゃないと毎回候補に残るナメレスが異常に多くなってしまうだろうし。確証はないけどそのはず。市議令は雑魚だから10倍速でオツです。決して降臨持ってることを忘れてて終盤まで重装で戦ってたのをごまかすためではないわ。今回物忘れがひどいわね。これも夜の侵食のせいだわ、間違いない。3日目。降臨だから FP 余るだろうし成功ばらまき政策。さて問題の味方の武器だけど。秘宝、狙われにくくなるなし。やっぱちゃんと村で買って味方に渡すべきだったプレミにプレミを重ね残ったのはコモン狙われ-6のみ。お前が私たちを救ってくれるのか？どれだけミスしても最後に勝てば帳消しになるのがナイトレインのいいところ。不安だけど行きましょう。愛知王この大盾強化しておこっと。この強化が勝敗を分ける可能性も、まあないだろうけど。メンバー的に狙われにくくなるは私が持ってていいか。今渡そうとしても武器も埋まってて遠慮される可能性が高いし。味方が何回か瀕死になるようなら戦闘中に受け渡しするのもありかな。ま、どこよりブラとも限らないしその辺はピンチになってから考えればいいか。どうせ今回も通常リブラ。いつもレアの狙われにくくなる揃えて結局通常ばっかなんだし、こんな時に限ってとこよじゃないよね。取引はしないわ。状態以上に強くと後に耐性、全力ぐらいしか選んだことないわね。色々選んでみたいけどやるとしてもソロかな。とこよでしたとさ。これは長くなるわね。とりあえずウォーミングアップは終わらせて。携帯移行時はほぼダメージカットされるから攻撃してもあんまり美味しくない。でもやることないならフリスビー投げてもよかったわね。降臨は FP 消費ほぼないようなものだし。理想は状態以上入れること。昔携帯移行時に多分一度も使ったことなかったまである有効リブレスで見事凍傷にできた時はさすがに絶叫したわね。うわいきなり逃れられぬね。一番厄介なやつ。これのために普段リブラ用異物セットに発狂耐性プラス1を1つつけてるんだけど。標的不明だと当然なしだから不安。味方は罪人を倒しに行ってるみたいね。私は罪人無視派なんだけどどうしたものか。最初だししばらくは味方に合わせて罪人削った方がいいかな。まあ発狂蓄積中はそんなことしてる暇ないけど。せっかくのフィナーレだけど今は発狂蓄積の軽減と万一発症した時のための位置取りが優先。よしこれが最後の蓄積ね。ちゃんとゲージ減らせてたから発症はしなそう。2ゲージ1人ではアーツ切るのは早いわね。狙われにくい持ってるわけだしここは救助のチャンスを待ちましょう。あれ D さんが言ってるわね。罪人いるけナイス。あ。お、チャンス。はいこちらが本日の両手持ち切り替えミスになります。まあ救助はできたからセーフねセーフ。とりあえず早く乱闘罪人召喚してほしいんだけど。まあ味方が生徒稼いでくれてるしちまちま降臨入れていきましょうが前方不注意。今ので負けるなんてこともあるからもっと慎重に。とりあえず発狂蓄積を消しましょう。おっと。3ゲージか。さすがにアーツ切らないといけないかな。その前に回復。ようやく乱闘が来た。これが来てやっと本格的な戦いを始められるわ。意外と近くにいた。ここはアーツかな。長期戦になるだろうしアーツもそのうち溜まるでしょ。でもさすがに狙われにくくなる譲った方がいいか。長期間生き残ってくれればゲージも減るし。でもどっちかというとレディさんに渡した方がいいかも。葬儀屋さんはリブラに攻撃しやすい戦技なさそうだし。レディさんはシルリア呪詛だからガンガン打ってもらった方がいいよね。そこまで考えるなら戦闘前に譲っておくべきだったけど。誰も拾わない。というより場所が遠すぎるか。譲るのは味方に近い時にすべきね。3日目だとマップから詳細の確認もできないし。とりあえず拾い直して。なんか知らないけどいつの間にかリブラが孤立してるわね。狙われにくくなる落としてたのに罪人同士みんな乱闘してるのはラッキー。今のうちに削らせてもらいましょ。壁は攻撃チャンス。あ、阻止されちゃった。いや阻止してくれるならもちろんその方がいいけどね。
夫にゲージか。狙われが効いてるから救助もしやすいわ。ヘイト稼ぎたくないからできればセバス単独で救助してほしいけど。一撃？嘘でしょそんなことある？アップデで耐久上がってからは体力満タンのセバスが一撃なんて、超大技でもない限りほぼないはずなんだけど。ともかく救助は完了。ちょうどリブラが召喚モーション入ってくれたから助かったわ。このタイミングで今度こそ狙われ譲りましょう。生き続けるだけなら狙われなんてなくてもたやすいことよ。狙われなしでとこよりブラと40分戦い続けたあの日を思い出せばね。よし今度は拾ってくれたわ。落としたのは、いいの落としてくれてるじゃない。ここからが我々の本気よりブラ。さてちょっと話遡ってさっきセバスチャンが魔法陣でワンパンされた件ね。さすがにありえない。と思ってコマ送りでよーく見返してみたら。なるほどね。魔法陣が多段ヒットしてるのね。それなら納得でしたわ。普通は打ち上げられて1ヒットになるものね。これに気づくまで、もしかしてセバスチャンって生属性大弱点だったりする？骸骨だし。とか的外れな推論しちゃってた。うわ罪人レディ危な。周囲安全確認点々さん。狙われ渡しちゃったしさっき以上に慎重にいかないとね。3ゲージ。でもアーツがもう溜まってるわ。味方が罪人を倒してくれてるからね。多分葬儀屋さんが罪人狙い引き付けしてくれてる。そうして私のアーツゲージがすぐ溜まるから3ゲージ瀕死でも蘇生可能。永久期間というわけ。危な、なんか来てた。で逃れられぬ目も来てしまった。逃れられぬ目という逃れられぬカルマからいかに逃れられるかどうかが逃れられぬこの戦いの敗北から逃れられるかどうかを決める逃れられるレラレバの。というわけね。とにかく発狂蓄積中は攻撃は考えず回避と蓄積軽減に専念しましょう。魔法陣助かる。ずっとそれやってて。1回で合計7個も結晶生み出してくれるからもはやこっちへの回復行為ね。よし次が最後の蓄積。これなら発症はしないはず。十字分断来た。さっきも言った通りここが最大の攻撃ポイント。しっかりダメージ稼ぎましょ。あれ十字分断中に体勢崩したらカーテン消えるんだ。知らなかった。今体勢崩したのカーテン設置後だったよね。あれ？味方がなんか武器落としてる。いい体ついてるじゃない。私がもらっておくわ。HP 最大未満で毒蓄積がついてるから落としたのね。なるほど。さてそろそろ HP 半減の時間ね。発狂モードが終わったらすぐ来るでしょう。ナイスフィナーレ。これで HP 半減を安全にやり過ごそうということね。でも思ったよりなかなか来ない。あ、ようやく来たわ。フィナーレは切れちゃったわね。まあ目論見は素晴らしかった。HP 半減はリブラが HP 半分を切ったらすぐ来るんじゃなくて、普通に罪人召喚のタイミングに合わせて行うってことね。とりあえず効果中は安全第一でやり過ごしましょ。はい、オッケー。聖杯もまだ5本あるし問題ないわね。お、瀕死だけどゲージが前回から増えてないわね。3分以上生き残ると次回瀕死時のゲージが1本減るわ。2ゲージだけどもうアーツ切っちゃおう。満タンだと余剰ゲージ分がもったいないしね。この感じだとそんなピンチにはならないでしょもう。それにしてももう狙われないのにあんまり罪人が襲ってこないわね。葬儀屋さんが引きつけてくれてるのか倒しちゃってそもそも数が減ってるのか。はたまたはるか向こうで乱闘し続けてるのか。知らないけどさっきからリブラと怠慢できてるわ。でも降臨って確か一切ヘイト稼がないのよね。それなのにリブラに降臨当てるとしっかり反応して攻撃してくる。リブラが攻撃始める条件派兵時とはまた別ってことなのかな。さすがに罪人に見つかったみたい。現在追いかけっこ中。大事なのはリブラを視界から外さないことね。あや？別の罪人？いや味方かな？今確か味方見えなくなる状態だからわからないけど、はるか音砲で一切攻撃してなかったのにこの不意打ち。やっぱりリブラを常に視界内に入れておくことは重要ね。うわまた来た。ここが耐えどころね。発狂ゲージ減らすために向こうに行きたい手救いの魔法陣来た。これで次はしのげるわ。味方が一人落ちてるけど救助考えるのは今じゃないわね。幸いにして罪人はまだ近くには来てないから発狂しても助かる可能性もある。
2回目の蓄積だけどさっきの魔法陣の結晶が残ってるわ。おかわりも来たこれで今回も逃れられぬ目から逃れられること確定ね。でも十字分断は効いてない。ここは黒土だからマッチかし。嘘私のエリア狭すぎこれはさすがにダメージを負ってでも向こう行きましょう。あいつの間にか救助完了してる。レディさんナイス。3ゲージだったしおそらくフィナーレ使ったのね。ヘイト稼いだからリブラが急に向こうに飛んでいったのでしょう。一旦カーテン消えるまで回復でもして魔法陣。危ない危ない。でもなんかちょっとずれてたわね位置が。珍しい。さてそろそろ光のカーテンも消えるはず。リブラが見えないここは危険だし早急に距離を詰めましょう。リブラはあそこ。はるか遠くね。危ないわねほんと。普段は失踪してたらとりあえず安全なのにこの位置ずれは卑怯よ。それとも知らない間に偏差で設置してくるようアップデされたとでも言うの？よしとりあえず近くまで来れた。またフィナーレ来た。これは攻撃チャンス。ソゴミ復讐者にロック吸われて攻撃できなかったじゃない。しかも当てて起動させちゃったし最悪。てかレディさんのアーツ溜まる速度速くない？さっき救助に使ったんでは？絶対アーツ増加に出つけてる私より溜まる速度速いのはなかなかありえないわよね。もしかしてさっきはアーツなしで3ゲージ救助したの？だったらなかなかやるわね。さて罪人近くにいて厳しいかもだけど2ゲージならワンチャンある。セバスチャン方向ガチャ回しましょう。いやナイス方向よセバスチャン。これで1人はセバスの方向って2ゲージ分一気に削れるんじゃなかったっけ？叩きつけも敵に釣られちゃってるし何やってるのよもう。仕方ない。アーツ溜まるまで孤独の逃避行ね。まあもう少しで溜まるから短い旅になるはずよ。なんか BGM にかき消されてあんまり音聞こえなかったけど溜まったみたいね。あとは味方の方に戻るだけ。帰るまでが遠足だから気を抜かずにね。って思ったより近かったわ。お待ちどうさま。生き返った味方にも口が乗るようになったから、切るタイミングをあまり考えなくていいのが助かるわね。葬儀屋さんが噴火させながら行ったわね。その爆吹戦技でよくリブラとやってるものだわ。やばい。バカで助かったわ。第2復讐者は特大物産以外は遠距離攻撃は持ってるけどそこまで脅威には感じないわね。祈祷は発動が遅くてエフェクトもわかりやすいってのが大きい。鉄の目の弓やアロレ追跡者と一番違うのはそこね。とか言ってる間にまたレディさんが3ゲージ救助成功させたわね。さすが。てか私さっきから何もできてないんだけど。まあ罪人引きつけ役ってことで役立ってるよね。そうだよね。余談だけどよく見返してみたら葬儀屋さんの異物に非ダメージ発狂蓄積がついてるのよね。リブラには最悪のデメリット効果。標的不明ならではのやつね。また救助完了？早すぎない？戦闘中はわからなかったけど答えはあれね。復讐者の呪詛。レディさんが拾ってくれてたわ。それにしても復讐者以外だとこうやすやすと3ゲージ救助できるものなのね。呪詛すごい。つまり私すごい。さてとどめは私がいただいちゃおうかな。よし。終わっちゃった。最後の最後で。まあいいわ。やったー。イエイ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 。ちょっと最後だけあれだったけど勝ててよかったわ。狙われ上とも正解だったと言えるかな。ありがとう2人とも、また女子会で会いましょう。今回はなかなか悪くない立ち回りだったわ。3日目は、そもそもちゃんとルーン管理して村で狙われ変えていればもっと楽だったし、再域の勘違いがなければ火力プラス 14% でもっと早く終わってたでしょうね。復讐者ちゃん反省値よし反省終了。最後に、出撃の時に言ってた、瀕死時 HP 低下が2つ重なったら復活時どうなるか問題。結局今回一度たりとも瀕死にならなかったからわからなかったわね。やはり私、最強無敵すぎる。私にとってはいつも通りだけどね。まあそれは嘘。普段はファームで 1、2回は死ぬ。結果を発表しましょうか。正解はこの通り。復活後 HP 満タン状態にはならない。考えてみれば当然ね。
真相の HP 鑑定の効果は大体定山。瀕死時最大 HP 低下マイナス25%が2つでマイナス50%になるわけではないということね。悲しみ。結局復活時に聖杯1本、HP 低下解除後にもう1本飲まないといけないのか。私の目論見が完全に打ち砕かれたわ。まあこの話は悲しいだけだからこのくらいで。最後にもう一つだけ言っておきましょう。前回の検証動画のコメントで、復讐者ちゃんのゴールデンウィークがこれに使われたと思うと涙が出る、などというものがあったわ。残念、私の黄金習慣がそんな悲しいものなはずないじゃない。実際には梶村マップの作成に大半を費やしたのよ。実に有意義。あれなぜか涙が。もういいでしょうこの話も。では今回もご視聴感謝。また見てね。